皆さん、こんにちは。プログラミング講師の春です。今回は Next.js でチャットアプリを構築しながら、チャット GPT の新機能、ファンクションコーリングについて学んでいきます。ファンクションコーリングは、ユーザーからの質問に対する回答をより具体的に制御するための機能です。今回のチュートリアルでは、世界各地のリアルタイムの時刻と天気を取得する関数を作成し、それをチャット GPT の回答に組み込む方法を紹介します。デザインは Tailwind CSS の UI コンポーネント集の ShadowCN を使用します。ファンクションコーリングについて興味がある方は、ぜひこのチュートリアルを参考にしてみてください。それでは始めていきましょう。Next.js を構築していきます。空のフォルダを開いています。npx create next app コマンドで Next.js のプロジェクトを作成します。必要なライブラリをインストールします。もし最新バージョンで動かない場合は、チュートリアルのバージョンに合わせるようにしてください。今回 UI の構築に ShadowCN を使用していきます。ShadowCN とは Elix と Tailwind CSS で構築されたオープンソースのコンポーネント集です。コンポーネントライブラリではなく、必要なコンポーネントを選んで生成することができます。依存関係としてインストールされないので、コンポーネントを編集して自由にカスタマイズしていきます。こちらが公式サイトになります。ShadowCN を使用した UI の例がいくつか紹介されています。ドキュメントの Next.js を参考にしてインストールをしていきます。npx shadowcn UI init コマンドでインストールします。順番に設定をしていきます。インストールをするとファイルが追加されて既存のファイルが修正されますので、最初にインストールしておくことをお勧めします。インストールが完了したので、まずはボタンのコンポーネントを作成してみましょう。ボタンのドキュメントを開いて、インストールコマンドをコピーします。ボタンコンポーネントの生成が完了すると、コンポーネントの UI フォルダーにボタンコンポーネントが生成されます。一番ベーシックなボタンを表示してみます。コードタブをクリックするとコードが表示されます。ボタンコンポーネントをインポートしてボタンを表示します。npm ランデブで動作を確認します。ボタンが表示されました。ボタンのドキュメントを見ると、他にもいろいろなボタンが用意されています。ドキュメントのコードをコピーして、実際にいろいろなボタンを表示してみます。ボタンにベリアントを指定すると色を変えることができますし、クラスネームでオリジナルのスタイルを指定することもできます。画面を確認すると、それぞれのボタンが表示されています。生成されたボタンコンポーネントを編集して、オリジナルのベリアントを追加することもできます。このように ShadowCN を使用すると、カスタマイズ性が高いコンポーネントを生成することができます。
共通のコンポーネントが簡単に生成できるので、UI の統一と時間の節約にもなります。メインの開発を進めていきます。ボタンのコードを削除してテキストのみを表示するようにします。レイアウトファイルを開きます。メタデータを修正します。ボディの中身をこのように修正します。ヘッダーを追加します。メインコンテンツの横幅を指定してセンタリングをします。フッターを追加します。npm ランデブで動作を確認します。このように表示されていることを確認します。チャット画面を作成していきます。チャット画面を作成するには、ShadowCN のホームコンポーネントとスケルトンコンポーネントを使用します。ShadowCN ドキュメントのホームのインストールコマンドをコピーします。ホームコンポーネントを生成します。UI ホルダーにこのようにコンポーネントが生成されています。次にスケルトンコンポーネントを生成します。スケルトンはローディング中に表示するコンポーネントです。ShadowCN ドキュメントのスケルトンのインストールコマンドをコピーします。スケルトンコンポーネントが生成されました。トップページにチャットコンポーネントをインポートしてコールします。コンポーネンツホルダーにチャットホルダーを作成し、チャット .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ShadowCN のホームコンポーネントは React フックホームと ZOT を使用していますので、インポートします。ZOT を使用して入力ホームのスキーマを定義します。プロンプトは2文字以上入力する必要があることを定義しています。ホームバリュースにスキーマの型を定義します。チャットの UI を確認したいので、ダミーでチャットのデータを作成します。チャット関数を作成します。ダミーのチャットデータを設定したメッセージ数を定義します。ユーズホームを使用してホームの状態を管理します。デフォルトバリューズで初期値を設定することができます。home.homestay.isSubmitting でローディング状態を取得できます。送信するとコールされる onSubmit 関数を作成します。中身は後ほど実装します。チャットメッセージズコンポーネントをコールします。チャットホルダーにチャットメッセージズソート tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。引数の型を定義します。チャットメッセージ関数を作成します。チャットメッセージを表示します。メッセージロールでユーザーかロボットかを判定して表示を変更しています。ロボットの場合はロボットアイコンを表示してメッセージを左側に表示しています。ユーザーの場合はメッセージを右側に表示します。ローディング状態の場合はスケルトンを表示します。スケルトンを表示することでロボットが考え中であることを表現しています。パブリックホルダーに
ロボットのアイコンを格納します。グローバルスロート CSS を開いて、プライマリカラーを変更します。色は HSL 形式になっています。HSL 形式は、色相、サイド、明度の3つの値で色を表現します。ShadowCN をインストールしたときに定義された色を変更することで、背景やボタンの色を変更することができます。npm rundev で動作を確認します。このようにチャット画面が表示されることを確認します。メッセージを入力するフォームを作成していきます。ShadowCN のトーストコンポーネントとインプットコンポーネントを使用します。ShadowCN ドキュメントのトーストのインストールコマンドをコピーします。トーストコンポーネントが生成されました。インプットのインストールコマンドをコピーします。インプットコンポーネントが生成されました。トーストを使用するために、レイアウトにトースターコンポーネントを追加します。チャットコンポーネントを開きます。ユーズトースト、ユーズルーターをインポートします。チャットホームコンポーネントをインポートします。チャットメッセージの UI を確認できたので、ダミーのメッセージは削除しておきます。ルーターとトーストを使用するために、ユーズルーターとユーズトーストをコールします。オンサブミット関数の中身を実装していきます。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。エラーが発生した場合はトーストを表示しています。ルーター.リフレッシュでキャッシュをクリアしています。ユーザーのメッセージを作成します。入力フォームのメッセージはデータプロンプトに格納されています。セットメッセージスにユーザーのメッセージを追加することで画面にチャットが表示されます。チャット GPT の API をコールします。レスポンスのステータスを判定します。レスポンスが正常な場合は、セットメッセージスにロボットのメッセージを追加して画面にチャットを表示します。入力フォームのメッセージをクリアします。レスポンスがエラーの場合は、トーストを表示します。チャットホームコンポーネントをコールします。入力フォームは画面の下に固定しています。チャットフォルダーにチャットホーム .tsx ファイルを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。必要なライブラリをインポートします。引数の型を定義します。チャットホーム関数を使用します。入力フォームは ShadowCN のフォームに例が記載されていますので、参考にしながら実装していきます。
チャット CN が生成したコンポーネントをコールしています。リアクトフックホームを使用しているので、バリデーションも実装されています。インプットもチャット CN が生成したコンポーネントをコールしています。送信ボタンは飛行機のアイコンを使用しています。クラスネームを指定することで色の変更も可能です。npm ランデブで動作を確認します。入力フォームが表示されました。まだチャット GPT の API を作成していないので、送信するとエラーのトーストが表示されます。チャット GPT の API を作成していきます。OpenAI にサインアップして API キーを取得してください。.env.local ファイルを作成します。OpenAI の API キーを設定します。APP ホルダーに API チャットホルダーを作成し、root.ts ファイルを作成します。OpenAI のライブラリをインポートします。OpenAI の設定をして OpenAI を使用できるようにします。ポスト関数を作成します。トライキャッチでエラーハンドリングを行います。ボディからメッセージ素を取得します。チャット GPT の API をコールします。モデルはファンクションコーリングを使用したいので GPT3.5 ターボ06時3を指定しています。メッセージを取得します。メッセージが取得できない場合はエラーを返します。メッセージを返します。npm ランデブで動作を確認します。チャットをしてみましょう。通常のチャット GPT ではリアルタイムの情報は取得することができません。今の天気や時刻を質問すると、このように情報を取得することができませんと返ってきます。そこでファンクションコーリングが必要になってきます。ファンクションコーリングを使用すると、リアルタイムの天気や時刻を取得できるようになります。ファンクションコーリングとは、ユーザーからの質問に対する回答をより具体的に定義するための機能です。自然言語の入力から特定のアクションを実行したり、情報を取得することが可能になります。通常のチャット GPT では、リアルタイムの時刻を取得することはできません。しかし、ファンクションコーリングを使用すると、チャット GPT が質問に必要な関数を選んでくれるので、リアルタイムの時刻を取得する関数をコールして、回答をすることができるようになります。今回は、世界各地のリアルタイムの時刻と天気を取得できるように設定していきます。まずは時刻から設定していきましょう。OpenAI のドキュメントに詳細が書かれていますので参考にしてください。時刻を取得するワールドタイム API を使用します。API キーが不要で世界各地のリアルタイムの時刻を取得することができます。
モメントとアキシオスをインポートします。ワールドタイムの URL を設定します。時刻を取得する getTime 関数を作成します。引数のロケーションとネームは ChatGPT が自動で生成してくれます。API をコールして時刻を取得します。時刻のフォーマットを調整します。チャットに表示したい内容を返します。ファンクションズを作成します。ファンクションズコーリングでこのファンクションズが一番重要になってきます。ネームには関数名を設定します。ディスクリプションには関数の説明を設定します。説明はなるべく詳しく書くと精度が高くなります。日本語でも大丈夫ですが、英語の方が精度が高くなると思います。パラメーターズに関数の引数を設定していきます。タイプはオブジェクトを設定します。プロパティーズには引数の詳細を設定していきます。今回はロケーションとネームを設定しました。ロケーションのタイプはストリングで、ディスクリプションにロケーションの説明を書いていきます。ネームも同様で、引数の値は ChatGPT が自動で生成されるので、説明が大事になってきます。Required には必須の引数を設定します。ChatGPT の API の引数にファンクションズとファンクションズコールを追加します。関数を選択するかを ChatGPT に任せたいので、ファンクションコールはオートを設定します。ChatGPT が関数を選択した場合は、レスポンスメッセージ.content が null になります。レスポンスメッセージ.function call とレスポンスメッセージ.function call.arguments が存在するかをチェックします。レスポンスメッセージ.function call.name で関数名を取得します。レスポンスメッセージ.function call.arguments は JSON 形式なので JSON.path でオブジェクトに変換します。ファンクションコールネームが getTime の場合は getTime 関数を実行します。getTime 関数のレスポンスをメッセージに設定してフロントに返します。npm ランデブで動作を確認します。今の時刻を聞いてみます。先ほどは答えられなかった時刻が答えられるようになりました。世界各地の時刻を聞いてみましょう。これでどの場所の時刻でも取得することができるようになりました。次は世界各地の天気を取得していきます。世界の天気はオープンウェザーを使用します。オープンウェザーを使用するためには API キーが必要になるので、サインアップして API キーを取得してください。取得した API キーを環境変数に設定します。
root.js ファイルに追加していきます。OpenWeather の URL を設定します。天気を取得する GetWeather 関数を作成します。ロケーションとネームは ChatGPT が自動で生成してくれます。API をコールして天気を取得します。天気と気温を取得して変数に設定します。チャットに表示したい内容を返します。ファンクション図を作成します。GetTime と同様に設定をしていきます。引数はロケーションとネームを設定します。引数にどういった値が必要かをディスクリプションにしっかり書いておきます。説明に書く内容で精度が変わってきてしまいます。ファンクションコールネームが GetWeather の場合は GetWeather 関数を実行します。レスポンスのメッセージを作成してフロントに返します。npm run dev で動作を確認します。天気を聞いてみましょう。リアルタイムの天気も答えることができるようになりました。天気を聞いた後にチャット GPT と会話もすることができるようになるので、より自然な会話ができるようになりました。世界各地の天気も教えてくれます。最後にチャットしたときに自動的にスクロールされるようにしていきます。チャットコンポーネントにチャットスクロールコンポーネントをインポートします。チャットスクロールコンポーネントをコールします。チャットホルダーにチャットスクロールコンポーネントを作成します。ユーズクライアントでクライアントコンポーネントにします。ライブラリをインポートします。チャットスクロール関数を作成します。ユーズレフを使用してスクロールを制御していきます。ユーズコールバックを使用してメッセージ数を取得したらスクロールするようにしています。ユーズエフェクトで初回に下にスクロールするようにしています。レフを設定します。npm run dev で動作を確認します。時刻や天気を聞いてみてください。
チャットが下まで行くと自動的にスクロールされるようになりました。以上でチャットアプリで学ぶチャット GPT のファンクションコーリングの構築は終了です。今回はファンクションコーリングで世界各地の時刻と天気を取得しましたが、他にも様々な API を実行することが可能です。バックエンドの API を実行してデータベースの操作も可能になります。自然言語でデータベースの操作ができるということは、チャット GPT の幅がさらに広がりました。ファンクションコーリングを使用して、ぜひいろいろと試してみてください。デザインコンポーネント集の ShadowCN も使いやすいので、使ってみてください。講座のソースコードは LINE 登録するとダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードも簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは前でも解説していますので参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人解説の疑問点など何でもご質問ください。会員登録しておくと新着の講座情報が届きます。もし参考になったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。